通常は小麦粉なんですけど、グルテンフリー食品を、全部が全部ではないんですけど、そういったものをちょっと使っていきたくて、なので特にこのメインのものは米粉で安心安全の食材ですけど、そこはこだわってますかね。色がついているものはクレームブリュレのような感じの香ばしさ、薄っぽいこういったものはクリーミーな感じに、それでお客様に聞いて、どちらの方がお好みですかっていうので。結構プルンプルンしてるんですよね。冷やすとチーズが入っているんで締まります。ケーキとかってやっぱりお母さんとかが自分の息子にこれが好きだったよなとか、自分の旦那が自分の奥さんがこれ好きだったよなっていう、その相手のことを考えながら注文しそのご予約してくれる時が一番僕は好きですね。なんかいいなって思います。入れちゃいます。
客さんでこのお店に来た時にオープンしたての頃でスタッフの方誰も雇ってなくて、斉藤さんも1人で作って1人で販売をして、もうすごい忙しそうにされてたんですけど、忙しそうにしてる中でももうすごい笑顔が絶やさずに、とても接客してくれたので、雰囲気とっても素敵だなと思ってたら求人の募集がかかって、もう迷わずに応募しました。実際に中に入ってみてもすごいいい人だなと思って、もうとても働きやすくお手伝いさせていただいてます。使って煮詰めて、一期一会です。しっかりやる。今洋菓子やってますけど、洋菓子好きじゃないんですよ。食べることが好きじゃなくて作ることが好きなんですよ。で作って喜ばれることが好きで、一番初めはフレンチで、そこでデザートをやらせてもらってる時に自分が作ったものを喜んでもらえたんで、それがすごいそうですね、癖になって、じゃあ極めようと思って。ケーキが好きな人は何が食べたいかって聞いて、食べたいもの、そうですね、あとお客様常連さんの食べたいものをちょっと聞いて、でそれを作ろうかなっていう実践してます。
土佐分担ですね、入ってます。じゃあ親戚の分担畑、ここで採れた分担を現地でそれをジャム状にしてくれて、でそれを使ってます。で、はい。次でいい。はい。はい。こういう感じ。そしたらもうまだグラニュートが溶けてない。ほら、おしまい。はい。そしたらじゃあ次。はい。
結構月に何回か、はい、買わせていただいてます。バスクチーズケーキと子供がショートケーキが好きなので何度か買わせていただいてます。新商品なんですけど、ガトーショコラ。はい。もしよかったら。ありがとうございます。ですよね、逆に。嬉しい。ありがとうございます。はい、本日中にお召し上がりください。めっちゃ可愛いですね。全員入れしたらいいですね。はい。あ、ごめん。ごめん。なるほど。断点早い。はい。全入れで。はい。入れます。もうとにかく優しい。もうスタッフにもお客さんに対してもこう喜んでもらいたいっていうもう全体からそれが溢れていて、美味しいケーキを作るっていうのもそうなんですけど、人と人とを大切にしているっていうのを感じますね。社めきある中で、実際にやっぱ仕事に関してはストイックで真面目なので、こう指導するところは内容まで細かく教えてくれるんですよね。最高の職場だと思ってます。職場環境って結構大事じゃないですか。まずここで働いてる子たちがいいなって思ってくれるところじゃないと多分接客にも出るんで、絶対にまずお客様もそうなんですけど、従業員がいいなって思ってくれる環境、お客様にも伝わるんで、で多分自然とお客様もいいなって思ってくれると思ってるんですよ。お客様の反応が結構僕は好きですね。美味しそうっていう嬉しそうな顔を見るのが好きなんで、だから僕は作るのも好きです。美味しいお菓子を作って待ってます。いつでも遊びに来てください。お待ちしてます。小田原来る前はインドネシアに寿司に行けてたんですけど、バターでソテーしてで、砂糖と一緒に煮るんですけど、最後でりんごのお酒とちょっとアプリコットを入れて少し酸味つけていってここってやっぱ手間ですね。どの工程が時間かかるんですか？こうやって包んでいく作業はそうでもないんですけども、この後卵塗ったりとかその後
と上にこう切り込みを入れたりとかっていうのがどうしても1個ずつしかできないので、効率的ではないですよね。じゃあ紅玉がねすごい余ってたんですよ。でどうしようかなと思って、とりあえずアップルパイでも作ってみようと思って、そしたらなんかあっという間になくなっちゃって、アップルパイないのアップルパイないのって言われるから続けることにして。普通のリンゴって結構香りが甘くて甘すぎる感じになっちゃうなと思って、リンゴを煮詰めただけの甘さみたいなのが個人的には好きで、いくらでも食べれちゃうみたいな、そんなのを目指してますね。少しちょっと塩味効かせてるんですけど、小田原来る前はインドネシアにいましたね。ジャカルタで寿司握ってたんですけど、ジャカルタでお寿司握ってました？はい、結構なんかみんなからびっくりされるんですけど、スパラだけは老眼バカに食べれない。自分のやりたいことで生計立てたいなと思って、その時に初めて思って、お店やろうって思ったんですよね。1年で帰ってきて、
前は結構北海道にいたりとか四国のお遍路したりとか結構放浪してたんですよね。なのでお店の名前がバガボンドってフランス語で放浪者って意味なんですけど、お店の名前もなんかそこから来てるっていう。火曜日は悪かったよ。火曜日は変なもんしてんね。ショートケーキってみんな買うんですよね。とりあえずショートケーキみたいな、ほとんど日本の食文化みたいなもんですよね。結構いろいろ食べ比べたんですけど、小田原の紅ほっぺが一番美味しいと思ったから使ってるっていう。ほんとバランスが良くて、こうひいきしてるわけでもなんでもなく、ね、小田原の紅ほっぺが一番美味しかったんですけど。自分でこのケーキ屋をやるまでいわゆるナッペっていう作業なんですけど、それをやったことがなくて何回も塗り直しして慣れるのが大変でした。
プリンの生地みたいなイメージですかね。酸味のあるプリンの生地みたいな、そんなイメージです。ミルフィーユ用と、なんだっけ、このフルーツのタルト用ですね。いろいろね、盛り方こう毎日変えたりしてたんですけど、最近結構これが気に入ってるんで。
はコーヒー味のメレンゲ。お客さんからもよくこれは何なんですか、食べたらみんなハマるんですけどね。
これ何味になるんですか？これフランボワーズですね。おはようございます。朝が一番忙しいと思います。土日になるとデコの量とかが多くなるので、その時はちょっと全体的にバタバタして全く平日と一緒なんやけど。ティラミスとメロン1個ずつ塩キャラメル終わったの？は昨日なるな。
いやプラネットは仕込むだから朝より行かすじゃあ午前中ザキ行かせるんだけどメロンボールが始まると夏が始まったねって言われてメロンボールが終わる時にはああ夏が終わるねってよくお客様に言われたんでちょっと風物詩的な商品にはなってるのかなと。両替がなんか違ってます。パティシエ目指すのはやっぱりまあ小さいながらに自分が継ぎたいよっていう将来パティシエになりたいよっていうと祖父母がすごく喜んでくれたのでその当時からそういうことは言ってたんですけどもやっぱり目指すきっかけってなったのは高校の時に丸藤でバイトをさせてもらってその時にやっぱり父の背中といいますかやっぱり父がやってる姿を見て特にクリスマスとか父が一言言うとケーキが急にでき始めてサンドが始まってナッペができて前にそれが何千個っていう数が急にできてうわすごい仕事だなかっこいいなと思って自分は目指すきっかけになりました。今あったみたいに今日から3日間、イベントになります。69周年祭、ね、69年やっぱり続いてきたっていうのは、本当にお客様のおかげです、ね、もちろん OB、OG のおかげもありますけどもやっぱり買ってくれるお客様がいるから、ね、お客様に感謝する日だと、やっぱり思います。お客様としっかりと会話をしてね日頃の感謝の気持ちをしっかりお客様に、伝えてもらいたいなと、思います。はい、それでは元気になっていきましょう。はい、それでは今日も一日よろしくお願いいたします。お願いします。
ありがとうございます。さっき数増やす増やさない。昔からあるオーナーのケーキとで、まあ、下のところどころにも自分のケーキはあるんですけど、だからちょっと形が違うというか、なんかちょっと違う感じが、年齢層もオーナーの代のお客様であったりで最近のお客様もいますので、両方に楽しんでもらえるように、多分買いすぎちゃうと前のお客様が嫌がったりもすると思うので、そこはちょっとやっぱり考えながら。全部が全部自分のケーキにするんではなくて、やっぱり今まで売れてる商品であったり、今まで積み上げてきたものを残しつつ、自分の色も出せたらいいなっていう形ですね。あと15分ね。お待たせいたしました。おはようございます。ありがとうございます。いらっしゃいませ。本日は3日間周年祭をたくさん開催しております。までどのくらいですか？1時間。かしこまりました。またねぐらいでいらっしゃいますか？お金尻触ってもうちょっと、もうこの3ヶ月間はもうほぼメロンなんで、もう全部見極めて、大きさからあと完熟度具合とか、やっぱりそういうのはしっかり全員新人の時からみんなやっぱそこら辺の見極めができるようになってると思います。いらっしゃいませ。そう、やっぱり熟したものを一応使うようにと。普通だったら皆さん12月から1月2月3月っていうのが忙しいんですけど、うちやっぱり6、7、8が売り上げが結構高い方なので、メロンボールのおかげかもしれないですね。
ゼリーになります。これが噂のメロンゼリーっていうのがあって、本当に捨てるのはもう種だけですね。残った周りの皮も表にあったメロンショートっていうショートケーキの土台にしたりして、なるべくもう本当に皮から果汁から全部使い切るようにしてます。いらっしゃいませ。ご来店ありがとうございます。いらっしゃいませ。いらっしゃいませ。お
りがとうございました。ありがとうございました。
毎日は食べないじゃないですか。ちょっと高価なものってイメージがあるんで、1粒300円がなんでこれ300円かかるのかっていうのを素材から厳選して選んだものでお作りするっていうのを心がけてます。シュトゼンチョコレートももう20種類ぐらい各メーカーから取り寄せてますし、あと小松市の素材とか石川県の素材をメインに持ってきて、それと合わせたチョコレートっていうのをなるべく作るようにしてます。はい。Il revient, il s'en va n'importe où. Cherchez-le, il est loin. レモングラス。こっちじゃなくて？これバーベナ。レモンバーベナと。なんかあんまり香りがせんねんけど、でも香りは結構する。仲いいです。よくないですよ。見せてるだけで。仮面夫婦ですよ。騙されないでください。仲良くなりたいんやけど僕は。彼らにとっておじいちゃんおばあちゃんは長男も次男もケーキ屋になってもらいたいっていうか、この道に入ってもらいたいなと多分思ってたと思う。2人喧嘩せんようにはどうしたらいいかなとか思いながらこの店が立ち上がったみたいな。夢のある仕事やと分かっていてもいざ自分らでやろうと思うと難しい部分があるんでね、大変かもしれない、彼らにとっても好きな仕事として仕事をしてくれてるんで、そんないいことはないかなと僕は思ってるし、自分らが後継ぐとか継がんとかっていうよりも彼らが生き生きとなんか仕事をしていってもらえればいいかなと思う、そうは思うけどね。入ってて、こっちは今自動でテンパリングを。当然パティシエスタートでお菓子を作ってたんですけど、兄もケーキ自分もケーキやったらどうなんやろうって思って、でもともとそのパティシエの中での仕事でもチョコレート触る機会があったんで、チョコレートってすっごい面白いな、でもすっごい難しいなっていうのがあったんで、そこから興味が湧いてショコラティエっていうのもなってみようみたいな感じでスタートした。山いちご、自分が山に入って取ってきたいちごをブレンドしたソースにフランボワーズのチョコレートクリームガナッシュです。スポーツ選手とかがちょっとここで精神統一させるみたいな以降それも正確なんですけど、この機械壊れとったら全部違う4個5個ありますでなんとなく癖持ってるの分かってるんで、この子はプラス2度高く出るとか、この子はちょっと 1,2 度低く出るねとかで、一番今信頼してるのはこの子ですチョコレートが適切なそのテンパリングが取れている状態を確認して作業しますし、こうやって確認しながら表面がだいたい20度になっているようにします。
控えめの蓋をしてるんですけど、一番下にクッキー生地あるんで穴だったりとか気泡が入りやすいこともあるんで、1回目仮で蓋して、で2回目この後コンシアです。デリケートな仕事をします。ボンボンショコラ1種類作るのに大体3日から4日が最低かかります。どんなお菓子でもチョコでもパンでも何も考えず食べて美味しいを作り出すには、僕ら作り手側はめちゃくちゃ考えてます。そこだけ伝われば嬉しいですね。お客様にはそんなこと考えずにシンプルに食べて楽しんでもらえればいいんですけど、すいません。すいません。すごく年季が入ってるんですけど、手のなじみがいい感じです。じゃあ次ブルーベリー。表面が大体26度。どんな時代になろうが手抜いたら終わりだと思うんで今の時代本当に美味しいものなんて腐るほど世の中にある中に、丸藤にしかできん価値の提供は本当に真剣に考えて、お菓子だけじゃなくて空間であったりとか、あとは一番僕ら大切にしてるんですけど、接客とか作れるだけが偉いんじゃないので、気持ちよくお客様にお買い物してもらえるようなことはやっぱしていきたいですね。ね。聞いてないからね。
18度の室温の中で、まあ、大体15ぐらいになってくると外しても艶は残ります。川村さん、お店見ながらでお願いしますね。裏面がちゃんと綺麗に蓋できてるかが非常に大切になるんで、後でカットしますけど。これはブルーベリーの味なんで、ちょっとブルーベリーにその水滴がついたような。もう気持ち大きいっていうのでもまあ今とりあえずそれは OK ですね。でベーコン多いやったね。いけると思う。今最後のカレーパンです。どこで出す？ないや大丈夫。
取って日付貼って渡す。焼いちゃいましたね、来ましたよ。僕兄なんですけど、弟の方がもしかしたらしっかりしてるところもあるかもしれないので、僕が持ってないものを彼が持ってて、彼が持ってるものを僕が持ってない、よくね喧嘩もしたりもするんですけども、自分の奥さんがね間に入ってくれたりもして、けどやっぱり、どのスタッフよりも頼れるのは弟なので、はい、それはやっぱりすごく1人ではなくて2人っていうのは強みだとも思ってますし、僕が2人でやれば叶えられることもいっぱいあるのかなと思うので、自分としてはすごく心強いなと思っております。はい、任せれるとこ、自分が例えばこうやって作ることに集中してるときは、あっちはあっちで自分がしっかりお店守ってくれるし、多少性格の違いとかはあれど、思いは多分一緒なんで、兄弟なんでそんな別に話すことなく目指す方向はお互いに理解してると思うんで、今こう思っとるんやろうなとか、自分がそういうこと考えとるんやったら、じゃあこういうことをしてあげた方がいいかなとかはやっぱ思いますね。ついてくれたんでね、本当に自分たちは幸せと思ってます。健康でそうやって楽しんでやってもらえればいいかなと。それで十分です。そう。父から教わってきたことが、技術であったりとかその思い出の中で大切にしてる部分って未だにずっとあって、父ならどう思うかなとか、でもそれプラス自分が習ってきたこととか、自分がやりたいことをこうプラスして表現して、お客様に喜んでもらえるような、チョコレートをこれから作っていこうかなとは思ってます。はい、芋掘り長者っていううちの人気商品であったり、夏のメロンボールっていうやっぱり、2大ヒット商品を、作ってるので、自分もやっぱりケーキ、で1種類、また焼き菓子で1種類、何か、丸藤といえばっていう商品を、今後開発できたらなと、思ってます。はい。
予感フロマーズ生み出した瞬間ってどうでした？感想とか聞いて、自分だけじゃ判断しきれないんで好評だったんでいけるかもしれないと思いましたけど、食べてもらったらやっぱ反応いいんですけど、食べてもらうまでが大変だったんでいけるのかどうかっていうのはちょっと不安ではありましたね。お客さんにってことですか？そうですね、蜂蜜入れるとちょっと表面がツヤっとするけど、なんか蜂蜜入ってないとちょっと乾いた感じになる。ちょっとだけ牛皮巻くんで、牛皮との相性が米粉の方がはい。
回友達の誕生日でなんかショートケーキにその時は餅は入れてなかったんですけど、まあ、ちょっとあんこ挟んでショートケーキを作ったりとかして、上にちょっとだけ抹茶かけたりとかして和の要素を入れて、それをちょっとやろうかなと思ってカットケーキみたいな形でやってたんですけど、なんかちょっと洋の要素が強すぎるなってなって、でどうしようかなって考えた時になんか包んでみるかと思って大福状にしてみようと思ってやってみたのがきっかけですね。おすすめですね。ある時は本当レアなんで最初は全然なんかうまく進めなくて綺麗にできなかったんですけど、暑さとの勝負でした何度あるんだろう。結構熱い状態ですね。1日でやるんで。ちょっとずつなんか持ち手を変えたりとか、触れてる部分を変えていかないと熱い熱いっつって。相当暑いですね。結構暑くて触ってられるのは10秒が限界な気がします。日本人はなんか海外の料理を日本人が好きな味に作るのが得意な人種みたいなので、
経験ない自分でもちょっと戦える部分ってあったら組み合わせたりとか味変とかそういうのが好きなんで、そういうところでなんか自分が好きな味を再現できるのは多分自分だけかな。自分なりに海外のものを取り入れたりとか日本の食文化を生かして加えようっていうのをちょっとやってみようかなと思って、でそこからちょっと今です。ただの妖怪ですよ。僕は大阪出身なので、大阪にも店舗構えて、大阪と東京を行き来したいなっていうのがやっぱりあって、で大阪地元もすごく好きなので、地元高槻なんですけど、高槻のお土産といえばこれみたいなのができたら個人的には一番嬉しいです。
回食べるってことをなんかやってみてほしくて、普通になるんだったら一回食べてみてくれたらなと思って、うちで試食とかも出してますけど。柑橘に関してはなんかあんこ変えたりとかしながら、ナッツとからレモンとあと夏みかんあんこで作ったりとか、冬は今柚子と温州みかんですけど、どっちかだけになったりとかで結構季節ごとに味変わったりするんで。結構チーズケーキの素です。味が濃いというか、上品な甘さみたいな感じです。こういうことしてると、僕のお菓子が好きっていう人が出てくれると嬉しいなと思って。いろいろ経験させてもらいました。
わり下が、ココアとオレンジパウダーを入れた、あとオレンジピールも入ってますね。上の羊羹部分は生チョコ風になってて、あんこはみかんのあんこを使ってるんですけど、ベースがチョコなんで、そこもなんか両方ともオランジェットの味になってますね。食べれそうだったらお子様の分もちょっとご用意しますね。寿亭主の黒川です。中目黒に来た際はぜひ立ち寄っていただけたらと思います。試食も用意しているので2種類食べてください。ぜひ味見から食べていただいて美味しかったら買っていただけたら十分ですので、ぜひ1回試してください。また、製造スタッフを募集しているので、よかったらお菓子を作りたい方、ノウハウとかを教えていただきたい方、ぜひ募集してますので、よかったら、一報ください。グラシアスっていう品種を使っていて、すごく日本人が思い浮かべる美味しいマンゴーってここかなっていうような品種ですね。できるだけたっぷり乗せておきます。作り方も食材もあくまでもフランスの味を大事にしているので、やっぱフランスのザクッと硬いようなシュー生地っていうのは僕は好きなので。大体いいくらいですね。
湿度とかはどうしても僕らではコントロールできないので、卵の入る量っていうのがその時の乾燥具合によっても結構変わってくるので、最低限これだけ入るっていう卵の量は計算しておいて、プラスアルファはもうその時の職人の感覚っていうところを委ねてますね。で大体こう生地を垂らして落ちた時に三角形になるような硬さっていうのは大事にしたいですね。こういうちょっとスッと落ちるような感じですね。バニラってこう調べていくと香りとかうまみ成分って実は鞘に入っていて種じゃないんですよね。これは鞘と種を両方ともペーストに一緒に混ぜて潰してくれてるので、より本当の意味でバニラが味わえるようなペーストになってますね。少しずつ入れていきます。これだけ食材の中に蒸気が入ってるんですよ、水分が。それを抜いてあげて、ここから焼いていくとカリカリになるんですよね。このチョコレートはすごく保存性だったりツヤの問題で甘いので、できるだけ薄くかけないとケーキの味を変えちゃうので。
出しといて。いや、そっちがいいよね。ずっといるやつがやっぱりしてるから。このままちょっと少し放っておいて飛ばしていきます。手でいきます？あ、手でいいよ。カカオのパウダーと薄力粉とベーキングパウダーですかね。ココアパウダーで香りを出してあげて、チョコレートで味を出してあげるっていうような、やっぱり焼き菓子にもしっかりとこだわったチョコレートを使ってあげて、なおかつチョコレートを使うとすごくしっとりしやすいので、香りも味もしっかりチョコレートを食べてるっていうのを分かっていただきたくて両方使ってますね。まだ奮闘入ってないです。OK です。考えてますね。ありがたいですよ。
やるのはしてないんですけど。どうしても茶葉だけだと出せない香りがあるので、これもしっかりといい茶葉をペースト化してもらって、これはジョコンドっていうアーモンドの生地なんですけど、この上にピスタチオのクリームを絞って、クグロフ型っていうちょっと変わった型があるんですけど、それのピスタチオのムースを乗せてケーキにしていきます。これクグロフ型って言って普通焼き菓子に使う型なんですよ。フランスの伝統菓子で、それが僕は形的にすごく好きなので、ちょっと生菓子でも使いたいなと思ってちょっとムースでも使ってますね。
グラシアスっていう品種を使っていて、すごく日本人が思い浮かべる美味しいマンゴーってここかなっていうような品種ですね。できるだけたっぷり乗せておきます。美味しくてこうねっとり柔らかいマンゴーを使うんで、多少こう角が取れてきちゃうような感じになりますね。ココナッツの皮むいて中の白いところですねを軽くローストして細かく砕いたものですね。これはアールグレーのすごい凝縮ペーストですね。カスタードと生クリームを合わせてあるクリームですね。で、あとそこにアールグレーペーストが入ってる感じですね。どうしても生クリームだけだとボソボソして重たいので、そこにちょっとカスタード入れると滑らかに食べやすくなりますね。マスカットと房がつながってる部分って少し皮が硬かったりちょっと茶色くて渋かったりするので、本当になんかピュアなとこだけを使ってあげたいので、全てここは切り落とします。で、生で食べて美味しいなら生で使ってあげたいと思ってて、それで僕タルトを選んでいて、タルトだったら生のフルーツをのせるだけで美味しいので、僕らは出しゃばっちゃダメで美味しいタルトだけ作ってあげてフルーツ主役でいてほしいよねみたいな、それが多分僕がフルーツと、あとそれを作ってくださってる農家さんに払える敬意だと思ってるので、フルーツと農家さんが主役の時期を作ってあげたいなと思って。少ないなくなるのでパキパキに、それで食感を楽しんでもらおうかなと。バターってついてるんですけど、バターではなくてカカオの油ですね。ホワイトチョコレートを合わせてあげて、ここに漬け込むと表面のパリッとした層が出来上がるんですよね。色素だったりと、あとカカオバターと合わさってるので、すごくチョコレートと相性がいいやつですね。これは周りはフランス産のいちごのピューレと、あとフランス産のホワイトチョコレートを合わせて、作ってあるいちごのムースで、その中にうちで仕入れてるフレッシュないちごのジュレですね、コンポートが入ってるような感じなので、パキッとしてふわっとしたムースが来て、その後ドロッとジュレが出てくるような質感になりますね。もうすぐ質感がマットに固まり始めるんですね。これがパキッとする状態なので。飴細工とかチョコ細工でもいいかなって悩んだんですけど、なんかイチゴってこう葉っぱありきで可愛いって言われるじゃないですか、一応ルックスとしては。で、一応農家さんもそういう葉っぱが腐ってたりするともう出荷できないとか、こだわった中で出していただいてる一つの食材だと思ってるので、葉っぱだけは本物使って飾ってあげようと思ったら、なんかそれがすごい人気だったみたいで。
クロワッサンとあとパンオレザン、レーズンとカスタードが練り込んであるものと、あとチョコレートが練り込んであるパンオショコラですね。